お主の生きる世界は人の世だ。第5章第2話妖怪退治屋にじむもの。原作語り春美月。麦寺が隣町に着いたのはおよそ2日後の夕方だった。この町で妖怪が出たと噂を聞いたが何か知らないかと家々を回ったら多くの人が化け狐が出たとか妖怪じじいが出たとかはたまた鍛冶屋の主が大蛇に食われて地獄へ落ちたとか、これまでと違って多くの証言を得た。麦寺は鍛冶屋の近くでうろうろしていれば、そのうち妖怪に出くわすのではないかと思い、数日過ごしたものの、至って妖怪の気配はみじんもしなかった。いやはや困ったぞ、と思い、ある朝、鍛冶屋の門扉をどんどん叩いた。俺様は妖怪退治屋の麦寺だ。ここで妖怪が出たと聞いたが、俺様が護衛をしてやろうじゃないか。門扉を開けた門番は、熊のような大男にびっくりしたが、ひるまずに答えた。何者か存ぜぬが、妖怪はここにはもう出ない。お屋敷には天女様が嫁入りしたため、護衛は不要である。麦寺は耳を疑った。天女様だって？さあさあ、帰った帰った。門番が麦寺を邪険に扱うと、麦寺はドカッとその場に座り込んだ。ばっきゃろう。帰れと言われて簡単に帰れるかってんだい。今度こそ俺様が妖怪をとっ捕まえるその時が来たというのに、そうやすやすと引き返すか。おいおい、帰れと言ったら帰れ。こんなところで座り込まれちゃ迷惑だ。門番は二人がかりで麦寺の両脇をひっつかんで、門の外に引きずり出そうとしたが、熊のような大男はそう簡単には追い出せなかった。しかも、とても臭い。門番はあまりの臭さに片方の手で鼻をつまんでなければいけなくなった。麦寺は腕を振り回して、ガーッと獣のように威嚇した。門番が困り果てているところ、子供を二人連れた女性が屋敷から出てきた。どうかなさいましたか？とても柔らかい声だった。麦寺は声の主が近づいてくるのを黙って見ていたが、近づくにつれてとてもその女性が美しいことに気がついた。顔立ちが美形というわけではなかったが、その女性の内面が美しさを引き出していた。天女様ってのはこの女に間違いない。俺様は妖怪退治屋の麦寺だ。お前さんが天女様ってやつかい？麦寺が女性に問いかけると、女性は少し困ったような表情で言った。あらあら、私は普通の人間ですよ。名はゆいと申します。麦寺は門番を睨みつけながら静かに言った。この屋敷で妖怪が出たと聞いた。俺様は妖怪をずっと追っている。
俺様が護衛をするからここで雇え。ゆいは門番と顔を見合わせ、やはり困ったような顔をしていった。ごめんなさい。あなたがどういう理由で妖怪を追っているのかは知りませんが、ここにはもう妖怪はいないの。妖怪が出たのは一月ほど前よ。きっと山に帰ったのだと思うわ。麦樹は聞くや否やズダンと立ち上がった。山に帰っただと？よーし、わかった。そう言うと、瞬く間に門をくぐり、山を目指して駆け出した。どこの山か聞いてはいなかったが。あ、ちょっと待って。その妖怪は悪い妖怪ではないのよ。ゆいは麦樹の背中に向かって叫んだが、麦樹にとって悪い妖怪かいい妖怪かなどどうでもよかった。今度こそ、今度こそ、そう思いながら走った。そういうわけで、麦樹は山の中をさまよっていたのである。山のふもとにたどり着いた時には、もう昼も過ぎていただろうか。背中に担いでいた斧を両手に持ち、ブンブン振り回して道を作った。こっちが臭いぞ。麦樹はまだ匂いの元が自分の体臭だとは気づいていなかった。それでも願いは諦めなければいつか叶うものなのかもしれない。自分の匂いとは気づかず匂いを追っていると、だいぶ右往左往と遠回りではあったものの、小さな小川にたどり着いた。山を割ったように少し深いところにある川だったが、山男の麦樹にとっては何のこともない高さだった。川の深さも大したことはなさそうだ。麦樹は目測でそう考えると、ひょいひょいと木の根から木の根へ飛び、最後はジャブンと川に飛び込んだ。と同時に、音に驚いて川から飛び出した生き物がいた。それほど大きくもない体で、うっすら緑色の皮膚にばらついた髪の毛。頭には皿が。カッパだ。麦樹は見たこともない生き物に目が点になった。カッパも同じく突然川に飛び込んできた大男に目が点になった。あー！カッパと麦樹は同時に叫んだ。麦樹がとっさに捕まえようと手を伸ばしたが、カッパも反射的に川の中に潜り、あっという間に逃げ出した。麦樹は目を凝らして行く末を確かめた。時折バシャンと水が跳ねた。川下に下るかと思ったが、まさかの川上か。川登りか。おめえ鮭か。麦樹は心の中で突っ込みを入れた。水流はそこそこ速かったが、麦樹の太い足では大した問題じゃなかった。しかし、やはりカッパ。水流に反して泳いでいるというのに、スイスイっと川を上がっていった。麦樹もバシャバシャと急いで走ったが、距離はなかなか縮まらない。もともと幅のある川ではなかったが、上がるにつれてさらに幅は狭まり、徐々に浅くなった。カッパは後ろを振り返りぎょっとした。なんだこいつ、まだついてくる。もうこれ以上は引き離せないと悟り、カッパは
パッと川から飛び出し山を駆け出した。もちろん見逃す博打ではない。こんなチャンスは二度とは来ないとばかりに、足を滑らせながらも急いで川から山へと必死に追い続けた。待て待てー。これだけ追いかけても、博打は疲れるどころか、むしろ生き生きとして足はどんどん速くなり、鼓動も高鳴った。木も草もなんのその。なんだ、なんでおいら追いかけるんだ。カッパは息も絶え絶えになりながら走った。うおー、お前喋るのか。博打の勢いはさらに増した。うわー。カッパは驚いて死に物狂いで逃げた。カッパを追いかけることに夢中で、博打は気づいていなかった。山の木々が深くなっていくことを。草をかき分けて走る音がうるさくて、あたりが虫の声も鳥の気配も消えていることにも到底気がつくことはなかった。突然、木々の開けた場所に出た。今にも倒壊しそうな小屋がポツンと立っている。小さなカッパが小屋の引き戸を開けてバッと中に飛び込むのが見えた。博打はやっと追い詰めたぞと思い、カッパが開け放した小屋の入り口に飛び込んだ。助けろじじい、人間だ。食ってくれ。中に入ると、カッパが床を這いずりながら誰かに助けを求めていた。古くてじっとりした部屋の真ん中で、いろりの前に同じく古くてじっとりした老人が座っていた。バラバラとした白髪に目元はくぼみ、うつろな目をしてカッパを見ていた。生気など感じられない老人だった。突然川に降ってきて、ずっとおいらを追いかけるんだ。じじよ、こんなやつ、とっとと食っちまってくれ。カッパは死んだカエルのように両手足を投げ出し、仰向けにひっくり返った。ゼーハーと荒い息に小さな腹が大きく波打った。おいおいじいさん、悪いがこいつは俺様がとっ捕まえる。長年こいつを追いかけてきたんだ。博打は思わず心のままに言ったものの、カッパが突っ込んだ。長年だと？つい今しがただろうが。カッパの突っ込みに、博打は親指を自分の顔に突き立てて、唾をまき散らしながら言った。長年だ。俺様は長年妖怪を追いかけてきた。幼子の頃からずっとだ、バッキャロー。博打はカッパに飛びかかろうとした。が、なぜだろう。体がピクリとも動かなくなった。あれ？なんだ？今、目の前に妖怪がいるってのに、なんで俺様の手足は動かないんだ。目だけがキョロキョロとあたりを見回した。カッパは、いいや、こいつは何もしてねえ。じいさんか。博打の目は視界の隅っこに老人の姿を捉えた。相変わらず死人のような姿で座っている。と思ったら、老人は突然口を開いた。野人よ。人の家に勝手に上がり込み、騒ぎ暴れるのはあまりにも無礼だとは思わんか。老人の声は静かで、とても冷たかった。博打は初めて恐
怖を肌で感じた。野生の勘が危険信号を発した。ここは危険だ。このじじいは危険だ。麦寺の体中の毛が逆立った。毛穴という毛穴からどっと冷や汗が吹き出したが、それでも手足は動かなかった。まるで氷漬けにでもされたかのような感覚だった。まずいぞ。このじじいを怒らせてはいけない。麦寺の野生の勘が警告した。すまん。麦寺は声に出しながら手足が動かなくても話せることに少し驚いた。無礼は詫びる。しかしだ。俺様は長年妖怪を追いかけることに人生をかけてきた。そんな中でやっと見つけた妖怪を追いかけた。そうだ。俺は夢中になりすぎてここに飛び込んだ。すまん。しかしだ。なんと言うべきか。妖怪を捕まえねば俺様はダメなのだ。麦寺はこの老人を怒らせるまいと思いながらも、カッパを捕まえることを諦めるのは自らの首を絞めるのと等しいほどだった。どうにか打開せねば、どうにかカッパを捕まえるんだ。なぜ妖怪を捕まえる？何のために追いかける？じじの問いかけは続いた。追うのが面白いか、野人よ。お前が生きていく中で、妖怪を追うことがお前の唯一の楽しみだと申すか。じじはゆっくりと立ち上がった。麦寺の前に静かに移動してすくい上げるように麦寺の目を見据えた。麦寺は背筋がぞっとする思いだった。なんて目をしてるんだ、このじいさん。いや、カッパがこいつに助けを求めたってことは、このじいさんも妖怪か。麦寺は己の呼吸がふと浅く速くなっていることに気づいた。いや、違う。追うのはそうするしかないからだ。妖怪は悪いことをするだろうが。言って麦寺は言葉選びを間違えたことに気づいた。老人の目は目玉が飛び落ちるのではないかというほど見開いていた。幽霊を見たことはないが、今後一切幽霊は怖くないと思うほど、老人の様相は恐ろしかった。いや、違う。そうじゃない。いや、違うこともない。なんだ、俺は頭悪いからうまく言えてないのはわかってる。ただ、ちゃんとあるんだ。理由ってやつは。麦寺は何とか伝えようと思ったが、そう思えば思うほど言葉は陳腐になっていた。しかし、もう目の前に老人の姿はなかった。先ほどと同じ場所に座り、またいろりをじっと見つめていた。おいじじ、なんで食わねえんだ。今度はカッパが目を見開いた。ドタバタと老人の影に隠れようとした。ふと、麦寺は自分の手足がもう動くということに気がついた。しかし、すぐにカッパに飛びつこうとは思わなかった。自分の両手をじっと見た後、老人とカッパを
交互に見つめた。老人はいろりを見つめながら言った。カッパよ、野人はお前を捕まえはせん。カッパは、えと言って老人の影から顔を出した。麦樹も、えと声に出そうになったが、喉まで出かかってそこで引っかかった。たまに追えば満足するじゃろて、たまに追われてやれ。はあ？じじのそっけない言葉に、カッパは再度目を見開いて驚愕した。おお、おう、なははは、それでもいいな。麦樹はきょとんとした後、豪快に笑った。はあ？カッパは再三目を見開き、今度は麦樹に向かってメンチを切った。じじは部屋から裏に行ったかと思えば、盆を手にして戻ってきた。盆には湯飲みが3つ。じじは湯飲みの1つを麦樹に手渡した。もう1つはカッパに。最後の1つはじじの脇に置いた。茶でも飲め。じじはそう言うと、ずずずっと茶をすすった。麦樹は、おう、ありがてえ、と言って、すぐさま湯飲みに口をつけて、じじのようにずずずっと茶をすすったものの、すぐさまぶはっと吹き出した。吹き出した先にカッパがいた。ぎゃー、きったねー、何しやがんだ。カッパは飛び上がった。麦樹は口の中にまとわりつくねっとりした茶をペッペと吐き出したが、じじは顔色変えずに茶をすすった。麦樹はねっとりとした後味に気分が悪くなった。たくよー。で、お前、なんで俺を追いかけたんだ？カッパは悪態をつきながら麦樹に問いかけた。ああ、悪かったよ。でも仕方ないだろう。俺様にとっては、妖怪は人生そのものなんだ。だから、なんで人生そのものなんだ。カッパが食ってかかった。だから昔っからなんだって。ちっせえ頃から追いかけてんだ俺様は。追いかけるのが当たり前なの。バカか。最初のきっかけは何だと聞いてんだ。カッパが怒鳴った。お？なんだ、それを早く言え。まどろっこしいやつだな。麦樹が鬱陶しそうに言うと、カッパは数十年ぶりに頭の皿が蒸発するかと思うほどイラッとした。皿から火が出せるんじゃないかとさえ思った。あまりにも突然で、それに昔すぎてな。あんま覚えちゃいねえんだが、俺様もまあ、普通で平凡な子供だったわけだが、ある日、誰だったかな。あの頃の友達と遊んでたと思う。多分だが。歯切れの悪い説明に、カッパはまだイライラして、口はへの字になっていた。で、いつものように帰ろうとして、家の前で、いや、家の周りを白装束の男たちが囲ってた。烏帽子をかぶって、やたら位の高そうな奴らだったな。カッパは突然イライラが消えた。
烏帽子をかぶった白装束の男と聞けば、思い当たることがある。いや、むしろそれしかない。妖怪退治か？陰陽師の筋か？カッパが合いの手を入れた。ああ、おそらくな。幕寺はうなずいた。今となっては夢だったと言われれば夢だったかもしれんと思うほどおぼろげだが、皆が声を揃えてぶつぶつ呪文を唱えていた。呪文はやがて家の周りに光の壁を生んだ。光の壁に囲まれると家の影から鬼が出てきてな。ああ、そうだ。手に人を握っていた。幕寺は淡々と語った。そんで白い男たちはことさら大きな声で歌うように呪文を唱えていたな。そうだ。それで鬼は身動き取れなくなってた。で、最後には光の壁だったものがあたり一面照らすほどの眩しい光の塊になって、その瞬間だ。全部消えた。幕寺はどこか遠い場所を見ているように部屋の片隅の影を見つめていた。全部って鬼が消えたのか？カッパが聞いた。ああ、そうだな。全部だ。鬼も、鬼が握っていたやつも、あったはずの俺の家も、そこから消えた。お前の家も？って、じゃあ、その鬼が握ってたやつってまさか？カッパは控えめに聞いたが、幕寺は特に気にもしてない素振りで答えた。いや、遠目でわかんなかったが、まあ、俺の家族だったかもしれんな。幕寺は肩をすくめながら言った。少なくとも、あれから一度も家族の姿を見たことはない。俺を探してたって話も聞かん。鬼が握ってたのは赤の他人で、家族はとっくに鬼に食われてたかもしれんしな。どっちにしても、俺の家族と家は、あの日にすべて消えた。じゃあ、お前にとっては、妖怪は天敵ってことだな？カッパは聞いた。しかし、幕寺は頭を横に振った。そうでもねえ。なんだ、ひっくり返っちまったんだ。あの夢幻のような出来事で、すべてがひっくり返った。俺にとって人間様の普通の日常ってやつが、そうだな、普通の奴らにとっての当たり前が、俺にとっての幻になったんだ。それ以来、妖怪退治屋として妖怪を追っている。それが現実で、家族は幻。言ってて俺も意味わかんねえぜ。なはははは。幕寺は頭をひねったと思ったら、また豪快な笑い声で自分の説明下手を認めた。まあ、なんだ。俺様は妖怪退治屋だが、妖怪が憎いわけではない。あの日も突然にすべて消えたもんで、実感がわかんのだ。ただ、あの白装束の男たちは圧倒的な強さを感じた。俺はそうなりたい。そしてその世界こそが唯一家族と今の俺をつなぐ糸のような気がしてな。今度は上手に言えたと思い、幕寺はなんだか晴れ晴れとした気分になった。
妖怪を追っても追っても出会えなかった頃は、毎日に違和感を覚えていたのに、今はっきりと生きている実感がしていた。気の毒なことだが、でも、お前変わってるな。カッパは珍しい生き物を観察するかのような目で爆樹をしげしげと見ていた。わはははは。今日は妖怪日和で満足だ。爆樹はあぐらをかいた両膝をポンと叩いた。満足したのなら、もう犬がよい。ジジは盆に湯飲みを乗せて立ち上がった。奥に行こうとしたようだが、部屋を出る前によろめいて、壁に手をついたと思えば、そのままずるずると倒れた。おい、大丈夫か？爆樹は思わず駆け寄ったが、ジジは爆樹を手で制した。構うでない。わしは妖怪だ。はあ？何言ってんだじいさん。冗談言ってる場合じゃないぜ。なんと、爆樹は幽霊よりも恐ろしいと思ったジジが、すっかり人間の死にかけた老人にしか見えなくなっていた。カッパはジジが倒れたことにも驚いたが、爆樹がジジのことを人間扱いしていることにもっと驚いた。驚きのあまり、思わずパックリと口が開き、閉じることも忘れた。爆樹はジジを抱きかかえようと手を伸ばしたが、ジジは妖気を放ったのか、爆樹はそれ以上近づくことはできなかった。野人よ、お前は病んでおる。その豪快さゆえに人からは見えぬ病であろう。そう言って、ジジは自分で体勢を直し、座り直した。日常と非日常。ほんのひととき、日常は真逆にひっくり返り、非日常を見た。そして、その刹那が終わると、また日常にひっくり返された。どちらが己の世界で、どちらが非日常なのか、理解する間もなかっただろう。自己の形成が未完成なまま、己の源となるものが消えた状態で日常に戻ったとしても、非日常の世界に、己の源が置いてきぼりになったように錯覚し、それがお主にとっての真実となった。それは誰にも理解されぬ病だ。爆樹には、ジジの言う言葉は難しかったが、何を言わんとしているかは感じ取れた。自分でも理解できていない深層心理に触れた。そして、ジジは続けた。お主は、自らの時を止めてしまったのだ。現実と向き合うというその瞬間から。だから、いいね。そして、向き合うのだ。お主の生きる世界は、人の世だということを、人に触れ、物に触れ、実感するのだ。妖怪は、確かに幻ではない。しかし、お主の生きる世界は人の世だ。妖怪を追わねばならぬ衝動は、それは病だ。よいか、それは病だ。治さねば、いずれ生きる世界を見失おうぞ。ジジは、爆樹の目をじっと見つめ、
麦子もじじの目をじっと見つめ返した。闇しかないような目の奥に小さな光が見えたような気がした。はい、肝に銘じます。麦子はじじの前でドカッと座り直し、神妙な面持ちで人生で一度も使ったことのない一番丁寧な言葉で答えて、じじに頭を下げた。その傍らで饒舌すぎるじじの様子を見て、カッパはいつものじじとは違うじじを感じ取った。それはカッパにとってはとても不安をかきたてられるものだった。麦子はじじに追い返されるような形で去った。じいさん、また来るぞ。今度はイノシシ肉か熊肉でも土産に持ってきてやろう。麦子が得意げに言っても、じじはふんとしか言わなかった。麦子の巨体が森の中に消えゆくのを見つめながら、カッパはじじに聞いた。じじよ、あいつ山迷うんじゃないか？聞いてみてカッパは思った。ああ、あいつどうせ熊みたいだから迷っても問題ないか。カッパが思ったことを認めるように、じじはふんと答えた。カッパはいつものじじだな、とどこか安心した。さっきのじじは明らかにおかしい。説教じみたことを言って、いつもの無感情の闇とは違う。じじが人間だった頃を思わせるようだった。あんな風に人間に語りかけるじじは今までになかった。それに妖怪なのに人間のように倒れて。何が起きてる？じじの中で何かが起きている。カッパは横目でじじを盗み見たが、じじはいつも通り感情のかけらもない表情ですっと家の中に戻っていった。